昨夜、中東でとんでもないことが起きたのだ。米軍兵士24人がイランの攻撃で負傷、同時にフーシ派がイスラエルにミサイルを撃ち込み、さらにイランの革命防衛隊はアメリカの大学を攻撃すると宣言したのだ。原油は1バレル100ドルを突破した。これ全部昨夜の話なのだ。ずんだもん先輩、全部昨日一日の出来事ですか？どこから手をつければいいんでしょう。これ日本にも直接影響がきますよね。今日は5本のニュースをまとめてお届けするのだ。1本目は米軍兵士負傷とフーシ派参戦、2本目は原油100ドル超とホルムズ海峡封鎖の連鎖、3本目はイランの米国大学攻撃警告、4本目はガザとモスクワの最新動向、そして最後に日本への影響を具体的な数字でお伝えするのだ。まず1本目なのだ。ニューヨークタイムズの報道によると、イランはサウジアラビア国内の米軍基地を攻撃し、米軍兵士約24人が負傷したのだ。これは今回の戦争が始まって以来、最も深刻なアメリカの防衛への打撃だと米国当局者が認めているのだ。24人も負傷したんですか？これって戦争の規模がさらに広がったということですよね。でも先輩、今回の戦争はそもそもいつ、どのように始まったんですか？背景を教えてください。アシャルク、アウサッド氏などの報道を総合すると、2月28日にアメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始したのだ。開戦初日にイランの最高指導者ハメネイ師が殺害されたのだ。その報復として、イランに支援されたヒズボラがイスラエルにロケット弾を発射し、3月2日にはレバノンも戦争に巻き込まれたのだ。そして今回、フーシ派が正式に参戦したのだ。ナシオン氏が伝えたフーシ派軍事報道官の声明によると、巡航ミサイルと無人機でイスラエルの複数の重要軍事目標を攻撃したと宣言したのだ。フーシ派はもともと2023年から2025年のガザ戦争でもイスラエルを攻撃し続けていた勢力だから、今回の参戦は想定内だったとイスラエル軍報道官は語っているのだ。フーシ派がイエメンからイスラエルを攻撃できるんですか？地図で見るとかなり遠い気がするんですが、それでも届くんですね。これで戦争が多方面に広がったということですよね。そうなのだ。イランを中心にレバノン、ヒズボラ、イエメン、フーシ派、イラクの新イラン武装勢力という抵抗の数軸が同時多発的に動いているのだ。これはいわばサッカーで例えると、1対1だと思ってたら実は相手が5人だったというような話なのだ。米国とイスラエルは同時に複数の戦線を抱えることになったのだ。1対5か。それは確かに大変ですね。でも先輩、私が一番気になるのは、これが日本のガソリン代とか電気代にどう影響するかなんです。次のニュースはそこですよね。2本目のニュースはまさにそこなのだ。アシャルク、アウサッド氏がブルームバーグの報道を引用して伝えたところによると、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖したことで、世界の石油、液化天然ガス輸送量の約 20% が止まり、原油価格が1バレル100ドルを超えたのだ。ここで重要なのは、サウジアラビアが東西パイプラインという裏口ルートをフル稼働させているという事実なのだ。1日700万バレルの輸送能力があるこのパイプラインで、ホルムズ海峡が使えなくても石油を輸出できるのだ。だから原油価格は100ドルを超えているが、過去の危機のような200ドルや300ドルには達していないのだ。サウジアラビアの抜け道があるから100ドルで止まってるんですね。でも逆に言うと、そのパイプラインが攻撃されたら一気にヤバくなるってことじゃないですか。実際、日本への影響は今どのくらいなんですか？日本への影響を具体的に計算するのだ。原油が1バレル80ドルから100ドルに上がると、ガソリンは1リットルあたり約15円上昇するのだ。月に50リットル給油する人なら月750円。年間で9000円の増加なのだ。車を2台持っている家庭なら年間1万8000円の負担増なのだ。電気代への影響も見逃せないのだ。日本は電力の約 40% を LNG、天然ガスで発電しているのだが、この LNG の約 10% がホルムズ海峡を経由しているのだ。現時点では代替ルートで賄えているが、長期化すれば電気代が月500円から800円程度上がる可能性があるのだ。4人家族で年間換算すると約8400円の電気代増なのだ。ガソリン代で年9000円。電気代で年8400円。合わせると年間約1万7000円以上の家計負担増ですか。それに加えて食料品の値上がりもあるんですよね。肥料も中東依存って記事に書いてありましたよね。
鋭いのだ。世界の肥料貿易の3分の1がホルムズ海峡を通過しているのだ。肥料は天然ガスを主原料としていて、エネルギーが製造コストの 70% を占めるのだ。肥料が高くなれば農業コストが上がり、スーパーの野菜、食品価格に跳ね返る。アシャルク氏によるとドイツの農家は今春の肥料はすでに購入済みだが、長期化すれば食品価格の上昇が来るのだ。日本も同じ構造なのだ。これだけでも十分衝撃的なのだが、実はここからさらに話が展開するのだ。イラン革命防衛隊が中東にある米国の大学を攻撃すると宣言した。カタールやドバイには有名米国大学のキャンパスが存在するのだが、これが現実になった場合の波紋は計り知れないのだ。この続きをすぐに話すのだ。さて、ここまでの話を整理するのだ。米軍兵士24人がイランの攻撃で負傷。フーシ派がイスラエルに参戦。原油は100ドルを突破してガソリン、電気代、食費が上がる可能性がある。では3本目のニュースなのだ。3本目は、イラン革命防衛隊による米国大学への攻撃警告なのだ。ナシオン氏が伝えたところによると、革命防衛隊は、アメリカとイスラエルがイランの大学2校を爆撃したとして、中東にある米国大学への報復を宣言したのだ。具体的に、月曜3月30日正午までに米国政府が大学爆撃を公式に非難しなければ攻撃するという期限付きの脅迫なのだ。大学への攻撃を30日正午までという期限付きで宣言したんですか？テキサス A&M 大学カタール校や NYU、アブダビには何千人もの学生がいますよね。これって本当に実行するつもりなんでしょうか？革命防衛隊はすでに学生、教員、職員に対して、キャンパスから1キロ圏外に退避するよう、と勧告しているのだ。これは単なるグラフではなく、退避勧告まで出す本気度を見せているのだ。僕の見立てでは、これはアメリカへの外交的圧力として使っている面が大きいのだが、局面が悪化すれば実行に移す可能性も否定できないのだ。先輩、ちょっとここで言わせてください。私は今回の戦争報道を見ていて、メディアによって温度感がかなり違うと思っているんです。NYT は、米兵負傷を最重要ニュースとして扱い、アラビア語メディアは、パイプラインのフル稼働を前向きに伝えている。同じ出来事でも見え方が全然違いますよね。それはすごく重要な視点なのだ。NYT は、米軍の脆弱性を強調し、アラビア語のアシャルクは、サウジのパイプラインが踏ん張っている、という希望を伝えている。同じ戦争でも、誰の視点で見るかによって全く異なるニュースになるのだ。動画の冒頭で言った、原油100ドル突破も、サウジのパイプライン代替ルートがなければ今頃300ドルになっていたかもしれない。裏口ルートが世界経済の命綱になっているのだ。4本目は、ガザとモスクワの最新動向をまとめてお伝えするのだ。まずガザについてなのだが、アシャルク、アウサッド氏によると、イスラエルはハマスの支配地域への軍事エスカレーションを続けながら、カイロでの停戦第2段階交渉を準備しているという二枚舌戦略をとっているのだ。さらに注目すべきは、同氏の調査報道によると、ガザ内のイスラエル支配地域に展開している武装集団がドローン操作などの高度訓練を受けているという情報なのだ。これはガザの内部権力構造が大きく変わりつつある可能性を示しているのだ。イラン、ハマス、ヒズボラという従来の枠組みが崩れ、新たな勢力が台頭しているのだ。戦争でガザの権力構造まで変わってきているんですね。それって将来の中東の安定にも影響する話ですよね。モスクワはどうなったんですか？モスクワについてはインターファクス通信の報道なのだ。そりゃに、モスクワ市長が SNS で、今夜2機目のドローンをモスクワ接近前に撃墜したと発表したのだ。ウクライナ情勢が中東戦争と並行して続いているのだ。世界の火種が同時多発的に燃えているという状況を改めて認識しなければならないのだ。5本目は、日本への影響の総括なのだ。直接的な影響として、ガソリン年9000円増、電気代年8400円増の他に、円安圧力もある。エネルギー輸入コストが増えると貿易赤字が拡大し、円安になりやすいのだ。今の円相場が150円前後だとすると、さらに5円円安になれば輸入品全体が 3% 以上値上がりするのだ。一方で、日本には直接的な軍事的影響は今のところないのだ。ただし、日本は石油の 90% 以上を中東に依存しているという構造的なリスクは変わらないのだ。これは1973年のオイルショック以来ほとんど変わっていない問題なのだ。あの時日本はトイレットペーパーの買い占め騒動になったが、今回の戦争が長期化すれば同様の供給不安が起きる可能性は否定できないのだ。では今後のシナリオを整理するのだ。シナリオ A は短期収束。1ヶ
月以内に外交交渉が始まり原油は90ドル台に落ち着く。シナリオ B は長期化、3ヶ月以上続いた場合はサウジのパイプラインへの攻撃リスクが高まり、原油150ドルも視野に入り、日本のガソリン代は現状から30円以上上がる可能性がある。僕個人の見立てを正直に言うのだ。今の戦況はシナリオ B に傾きつつあると思う。フーシ派参戦によって戦線が拡大し、米軍の兵士が負傷し、革命防衛隊が大学攻撃を宣言している。これはエスカレーションが続いているサインなのだ。生活者として今できる準備は、固定費の見直しと、エネルギー節約の習慣化かもしれないのだ。みんなはどちらのシナリオになると思う？ A、短期収束か B、長期化かコメントで教えてほしいのだ。今日は以上なのだ。米軍兵士負傷、フーシ派参戦、原油100ドル超、米国大学攻撃警告、そしてガザとモスクワの動向をまとめてお届けしたのだ。中東情勢は今まさに動いているから、チャンネル登録してベルマークを押しておけば最新情報を逃さないのだ。次回は今回の戦争のなぜトランプはイラン攻撃に踏み切った